ドリル垂直ジグをテこ入れしてみた。ナンバー3補足編。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ネットで購入したドリルメイトマイルスクラフト1318です。図解した説明書もありますので、組み立て自体はそう難しくありません。組み立てたので切り先を取り付けて垂直を確認してみると、ベアリングとチャックのズレはほとんどないようですが、垂直を確認してみると台座を合わせた線上に切り先が来ません。組み立ての注意点はたくさんないのでちゃんと行ったつもりなのですが、よく見るとベアリングとシャフトの隙間のためにガイドヘッドがガタつきます。垂直に穴を開けるジグなので、ここはこのジグで一番重要な部分です。これを何とかしないと使えないと思い、私のテこ入れ試行錯誤が始まりました。これはワッシャー固定ジグのプレビューです。平板の上にジグを設置します。スタンションの離れに合わせて板を作り設置しています。こうすることでスタンションは平行かつ敷板から同じ距離にあります。この状態でワッシャーを接着して固定します。それではその顛末をご覧ください。まずチャックの構造説明から。チャック構造の補足説明。センターファインダードリルでもう少し詳しくチャック周りの説明をします。これは取り替えた 13mm まで挟めるチャックです。ガイドヘッドにはすでにワッシャーを接着して軸を固定してあります。使ったワッシャー W16 分の9です。内側を 0.2mm ずつ削りました。接着剤だけでは弱いので接合部周囲に接着剤を盛り付けてあります。これは購入時ついていた 10mm まで挟めるチャックです。軸にねじ込んでからチャックの中で軸と 5mm ビスで固定します。方法は同じですが、こちらのチャックも解体してみます。共回りしますのでスピンドルシャフトをプライヤーで押さえます。左ネジですので外すときは右に回します。スピンドルシャフトは時計回りの方が多いのでネジが緩まない工夫ですね。外れました。5mm25L のステンビスです。探しましたが鉄ビスは見つかりませんでした。残念ながらこのビスはチャックに付属していないので別途入手が必要です。チャックはスピンドルシャフト8分の 3-24UTF にねじ込まれています。チャックのネジを緩めるために六角レンチを取り付けます。これも共回りしますのでプライヤーで押さえます。おっと、ロックしていませんでした。ここは右ネジですので外すときは左に回します。外れました。シャフトの先端にはタップが切ってあり、ここに先ほどのビスが入ります。左ネジですね。このフランジ部分にチャックの底部が干渉します。
この底部の突出が大きいためにフランジのくぼみに収まりません。こちらのように小さければ収まるのですが、大きいので当然ですが、こんなに違います。なのでこのワッシャーを挟んで浮かせることで回避しています。13mm のチャックは本来 2/1-20UTF のネジですが、これは 8/3-24UTF です。探すのに苦労しました。変えたい方は説明欄をご覧ください。選択を間違えると取り付けできないので注意が必要です。チャックを戻します。10mm のチャックはビスがこんなに短いです。13mm のチャックは大きい分、長いビスが必要です。ビスを戻して終了です。私の愛用している電動ドリルのチャックも 10mm から 13mm に変えました。電池を取り替えたりしてもう20年以上使っています。これも構造は同じで左ネジで固定されているのが見えます。スタンション指示板の製作。同じ大きさの MDF 板を2枚準備します。後でもう1枚必要になります。寸法は 200×100、 厚み 5.5mm です。この寸法が必須ではありません。横寸法はスタンション間の距離より大きい必要があります。スタンションの位置と径を描いたシールを CAD で作りました。これを切り取って板に貼り付けます。もちろん手で墨を出しても OK です。このシールが曲がらないように上下左右を揃えて板に貼り付けます。ポイントは上下の水平ラインが板の辺と合っていることです。シールの端を少しめくります。めくった方の反対側を板に揃えます。この状態で動かさないようにめくった側を貼り付けます。あとは順次保護紙をめくりながら貼っていきます。これで押さえなくとも動きませんから順次繰り返します。失敗したら MDF 板の場合はゆっくりシールを剥いでそれを貼り直せます。同様の作業をもう1枚行います。できました。この板にスタンションを通してガイドヘッドを挟むようにします。スタンションの径は 14.0 ファイです。オリジナル動画では 13.9mm と記載されています。ワ
ワッシャーの内径は 13.5 ミリです。入らないので 0.5 ミリ削ります。この木工切り先は 14.3 ファイです。これでジャストだと思います。この切り先を使って MDF 板にスタンションの穴を開けます。ワッシャー接着ジグの製作。スタンションをサポートする板を作ります。各穴の中心に順にパイロットホールを開けます。スタンション用の穴を開けます。ここだけはシビアな穴形が必要です。中心がずれないように慎重に行います。開きました。次にチャック用の穴を51ファイのホール層で開けます。51ファイでなくともチャック径より大きいかチャックを外せば良いです。一応裏表から開けておきます。開きました。これはガイドヘッド上用です。ドリル軸の穴も開けておきます。もう一度木工切りを使って14ファイで開けておきます。開きました。バリを取って次に進みます。スタンションサポートジグの組み立て。ガイドヘッドとスタンションの完成形です。スタンションはワッシャーを接着した状態でこのような滑らかさを目指します。先ほども説明しましたが接合部周囲への接着剤盛り付けは重要です。ジグの目的はスタンション同士の離れと平行をガイドヘッドに合わせることです。それらが整っていないとうまくいきません。準備品は平らな敷板と先ほどの MD 板と 300×100 厚み12の PLW2 枚、それと2枚の MDF 板に加えてワッシャーを押さえるための MDF 板です。それと木工をやっている方なら誰でも持っている直角接合ジグです。それらを組み合わせてワッシャーを接着するジグを作っていきます。まず上側の板にスタンションを通します。ガイドヘッドを戻したら下側の板をシャフトに通します。板に耳をつけたのは枠をビスで閉じるためです。誤差を少なくするためにできるだけ遠い位置で直角ジグを組みます。この時点で下に敷いた板からスタンションまでの距離は同じになっています。距離を取るために敷板を縦にします。できるだけ支点を伸ばしたら直角ジグを固定していきます。
できました。この時点でスタンション同士は平行で同じ平面にあります。残ったこの板はワッシャーを押さえる役割をしてもらいます。ワッシャーを接着したらこれで固まるまで固定します。手前にもう1枚置くか、ガイドヘッドを手前に移動して挟みます。この時点で枠はビスで固定しても OK です。面倒ならこのままで作業を進めます。あとはハンドバイスなどで固まるまで固定します。枠は固定されていますから動かしても OK なので裏からも固定します。終わりました。シャフトの養生と接着の盛り付けは忘れず行います。これでガタつきは止まりました。ご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。